すごい素敵なお部屋だなってすごい思うんですけど、なんかここがちょっと悩んでるみたいなところとかってありますか？そうですね。一番悩んでるのは、はい、子供が小さかったっていうのが一番大きくて、そうですよね、汚さないかなとか心配して確かに確かに。はい。もうちょっと子供も成長して、お家での過ごし方も変わってきたので、もうちょっと家族でくつろげるスペースにしたいなと思って。ね、結構だからさっきもね、お子さんがここで遊ばれてる時にやっぱね、こうね、下に触られることが多いのかなって思ったので、なんかちょっとラグとかね、あってもいいのかなとも思いましたし、そうですね。ね、確かにここがすごいくつろげそうなスペースなので、以前住んでいたところは、アパートだったんですけれども、シンプルなナチュラルな感じで、ちょっと白を基調とした部屋が好みだったんで、ちょっと無印っぽい。そうですね、はい。まさにそんな感じ。その時に買ったので、ちょっと今の好みとは少し違うかなという感じで。ママさんたちはやっぱおうち時間も長いと思うので、余計こうやっぱお家の中で気分転換ですとか、リフレッシュできるようなインテリアの方が家事のモチベも上がりますよね。かわいい。ラタン系の素材とかは好きです。ラタンは好
ね、インテリアのその選定のアイテムがだいたいこう絞られてきまして、でそのタイミングでちょっと最終判断としてちょっと重要な部分がちょっと見て、でね、ちょっとご説明させていただきます。今回このミーティングでちょっと一致したい点としては、そのお好みのデザインでとは思いつつ、機能性としてはやはりこのガラス、強化ガラスで一応そのフィルムが貼ってあるので、万が一割れちゃったりとかしたことがあっても周りに飛び散りにくい設計だったりとか、割れにくいっていうことはありつつも、やっぱり元気な男の子もいるっていうところで、子供ってどういう使い方するか分かりませんし、こう上に乗っちゃうって危ないっていう心配が日々の中でストレスになるようであれば、やはりこっちの機能性の高い方がいいと思いますし、ときめくのは B でしたっけ？あ、そうですね。そうですよね。デザイン可愛いですよね。そうですね。デザインはこっちの方が正直可愛いとは思います。B が好き。じゃあもう B だね。すごいときめきに、じゃあ今回は振り切る形で、あ、なるほど。あ、はい、全然それは大丈夫です。それは一応私もその動画の中で。こんにちは、よろしくお願いします。お邪魔します。どんなこう最終的にインテリアにとかこう暮らしになったらいいなっていう、こうイメージがあれば改めてちょっとお伺いしておきたいんですけど、家を建てたのが4年前になりまして、その時にはちょっとまだ子供が3人いて、一番下の子がまだ歩けないぐらいちっちゃかったので、片付けやすさ、結構重視した、結構シンプルなインテリアになってしまってはいたんですけれども、でもやっぱりもうちょっとママがこう癒されるっていうか、なんかくつろげるスペースが欲しいって言ってましたもんね。あ、そうですね。一番下の娘がちょっと幼稚園に入って、自分の時間が少しできたので、はい、これからはちょっとコーヒー飲んで、ちょっとソファーとかでゆっくりしたいなと思って、お母さんがちょっと納得というか、満足いくような空間にできたらなっていうふうには思うので、はい、じゃあちょっと早速なんかインテリアを整えていけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。
い
前回猫さんに青この色が好きっていうふうにお話ししたと思うんですけど、もうすごい美穂子さんがそれをちゃんとしっかり覚えててくださって、わあすごい感動です。もう目がいっぱい。好きすぎる色です。本当に。よかった。なんか観葉植物とかももともと飾っていただいてたものもすごい素敵だったんですけど、ちょっとこう流れがあった方がより素敵かなと思って、この上からこう下にかけてこう曲線が流れるようなこうソファーを包み込むようなラインをちょっと描いて配置してみたりとか。なんかすごいこうくつろげるスペースが欲しいっておっしゃられてたので、はい、ちょっとこちらのソファーも選んでみたんですけど、すごい、すごいちょうどいい硬さですよね。そうなんか柔らかすぎるとちょっと腰痛くなっちゃってる。すごい。いいですね。これでちょっと家事の合間時間に、はい、お茶飲みながら休憩していただいたらくつろげそうですね。ソファーのこの手の部分とこのスタンドとちょっと色をぐっと合わせて手触りがテカテカっていう、なんか人工的な感じじゃなくてすごいなんか優しい感じで、あんまりお部屋に黒を取り入れていらっしゃらなかったかなと思うんですけど、ただなんかぼんやりしたイメージちょっと変えるためには少しこう黒の要素があってもいいかなと思って、このアイアンの足の部分とこのラグのこの黒の部分をリンクさせることでなんか肌なじみというかお部屋なじみのいい感じの黒になってるかなっていうふうには。ダイニングもすごくこう挑戦、少ししてみたいなっていうことだったので、よかったですね、こっちの足にして。そうですね。すごい可愛いです。なんか思い切ってよかった感じがするっていうか、そうですね。なんか多分伸縮式にするか多分悩んでたと思うんですけど、伸縮式だったら多分ちょっと今までの雰囲気とそんなに変わらなかったかなと思うんですけど、なんかこう脱皮っていうか次のステージみたいな感じがすごいして新鮮でよかったかなと思います。すごい木の感じがすごい素敵だなと思って、いいですよね。なんかありそうで
ないっていうか、ちょっとこのドットみたいなはい柄が可愛いですね。そうですね。あともうダイニングチェアがもう本当に私も迷ったんですけど、よかったらぜひ座ってみてください。なんか今まで結構固めのチェアで疲れちゃうっておっしゃってたんで、すごいこうすごい全然違いますね。なんか腰がこう包み込まれるような感じの、私も同じような感じの素材の椅子を使ってるんですけど、すごく毎日過ごしやすくなったので、このペーパーコードがすごい柔らかくて、座りやすいかなと思って。ソファーだとちょっとゆっくりしすぎちゃう、っていう時にはこっちの椅子でリラックスしてお茶とか飲んでいただいたら、そうですね。足もふわふわしてるね。まとまってて、すごい掃除もしやすいし、リラックスする場所もできたしで、すごいね、おしゃれな感じになったね。めっちゃいい。実はこれ多分うちのなんですよ。そうなんですか。そうですそうです。こんなところで。今年だと10年前ぐらいで、そうなんです。なんかまさかだと思って。ちょっと後ろのシール見たらやっぱりうちのこれにね、みんなで写真をね並べてほしいな。できるかな。ね、できる？パズルみたいに入れよう。みんなで入れよう。後ろ手に入れる感じね。飾ってくれるかな。そう。はい。できた。できたよできたよ。じゃーん。すごいな。これね、美味しそうだ。シナモンね、さつまいも、ポンジリング、美味しそう。美味しい。いただきます。もう毎年楽しみなんだよね。ポンジリング。おいしい。さつまいもの甘さがすごい。乳なんとかみたいな。これも美味しい。美味しそう。ちょっとちょうだい。美味しい。今回さ、いろんなご縁があってさ、ジョータさんのお家をコーディネートさせてもらったでしょ。どうだった？お部屋の感想。可愛かった。あとすごい喜んでくれてねえ。よかった。本当にそれが一番嬉しい。なんかもともとさ、すごいおしゃれなお家だったでしょ。だからなんかどうしようかなと思って、でもなんかそのママさんがさ、すごいいろいろこう自分の中で変えたいみたいなイメージがあるみたいだったから、でもどうやったらいいかわかんないみたいな、なんかそこをね一緒にこう探るというか探すのがね、楽しかった。
やっぱお子さんいたからね、なかなかできてなかったのが伝わってきた。もう念願のって言ってくれたからね。ね、子供たちもすっごい嬉しそうだった。本当にやっぱさ、お子さんがいるお家だとさ、なんか一人の好みだとなかなかね決められないから。だけどやっぱりこうママがさ一番おうち時間が長いじゃん。だからなるべくそのみんな家族で気に入ってくれるインテリアにしたいけど、できるだけこうベースはママの好みを取り入れようって今回思った。みんな喜んでたと思う。よかった。クラッシュゲートさんって福岡に本社があるの知ってた？そう、なんか50年ぐらい歴史がある関家具っていう会社さんが運営してるんだけど、結構そのお店の中もさ、いろんなジャンルのシンプルだったりナチュラル、なんかインダストリアルになんかヴィンテージとか、結構なんか多種多様なインテリアがすごいたくさんあるじゃん。なんかそういうのがすごいいいよね。なんか夫婦で行った時にお互いの趣味が分かりそう。そうそうそう。なんかこういうのが旦那さんは好き、奥さんはこっちが好きみたいなのをなんか店員さんもさすごいたくさんアドバイスくれるから、結構なんかどっちかのテイストに寄せなきゃっていうよりその折衷案みたいなのをさ提案してくれたりしそうだからすごいいいよね。そうだね。私も4年ぐらい前から使ってるそのハーパーチェアっていうレザーが使ってあるさ部屋に置いてるデスクのチェア、なんかあれを使ってて、個性的なデザインだけどすごい使い勝手いいものが多いなと印象。なんかミドル価格だけどすごい高品質な家具が揃うからさ、なんかプチプラの家具にちょっと飽きたなとかそういう方にすごいおすすめかも。ちょっと頑張ればね、買えるくらいの感じだもんね。そうだから全国に店舗もあるから、なんか視聴者さんたちにもぜひ一度は遊びに行ってほしいお店です。今回インテリアコーディネートするときにその快適さとおしゃれの両立っていうのが1個テーマにあって、なんか3つぐらいポイントを絞ってコーディネートさせてもらったんだけど、なんか1つ目はインテリアのその主役になる照明をセレクトするっていうのを結構ポイントにしてて、なんかもともとあったライトもすごい可愛かったんだけど、こう透明なもので小ぶりだったからちょっとサブ的なライトになっちゃうかなと思って、なんか割とこうデザイン性があってしっかりとこう空間の中で主役になってくるライトを置いたことで結構インテリアがなんか一気に垢抜けたかなと思う。確かに。あとはフロアライトとデザインを実はちょっと揃えてるんだよね。そうなの？色もちょっと近いよね。そう、色もちょっとトーンを揃えてゴールドのカラーとかもリンクするように合わせてなるほど。あれだって結構安いんでしょ？あれ28,000円ぐらいなの。そうなの？すごいね。結構お買い得なデザイン性で感じだと思う。2つ目は一癖あるテーブルでインテリアにメリハリをつけるっていうのがポイントだったんだけど、なんかダイニングテーブル選んだやつさ、足がさちょっとヴィンテージ調ですごい可愛かったよね。だけどなんかあんまりヴィンテージすぎるとさお部屋の中で浮いちゃうじゃん。なんかぐらいの遊び心があった方が結構ダイニングテーブルって、ね、マンネリしやすいアイテムだと思うんだよね。そうだね。でご家族も多いからね、ぐらいのサイズ感がすごいちょうどよかったし、実用性的にもすごい使えるけど足がうちもねちょっと足のところ、凝ったデザインになってるけど、なんかちょうどいい感じのメリハリがついたかなと思う。あとコーヒーテーブルもさウッドとガラスのやつがさすごい可愛かったよね。ね、なんかやっぱガラスなのがいいね。そうなんかもうすっごい私も提案するのすごい悩んで、やっぱりお子さんがいらっしゃるから、だからやっぱ2パターンちょっと一緒に話しながら方向性決めようと思ったら、やっぱりちょっと見た目重視というか、お子さんもある程度こうお話ができるような感じの年齢になってきたからっていうことで、なんかやっぱときめきを優先されたっていうのがねすごいこう一歩階段を上ったみたいな感じがして、なんか私も嬉しかった。あと強化ガラスだしね。そう
強化ガラスだからなんか飛び散りにくいし、もちろん割れにくいっていうので、なんか安全性も高いけどデザイン性もいいっていうので選ばれてて、なんかねあれが結構インテリアのポイントになってると思う。あれがウッドだったら多分重くなっちゃいそう。そう重たいよね。ダイニングテーブルもウッドだから、ちょっと重たくなっちゃってたかもしれない。3つ目は余白の空間を活用して癒し空間作るっていうのをすごいポイントにしてて、やっぱりその今までお掃除のしやすさを優先してたから、割とこうスペースがガランとしてて、なんかこうずっと家事やっててさ、やっぱりダイニングチェアで座って休憩ってだけだとどうしても一日の疲れが休まらないっていうか、こうちょっとソファーとかでね腰を下ろせたらだいぶなんかこう充足感違うなと思ったから、なんか思い切って置きませんかっていうのをご相談して、なんか置いてよかったかなと思う。真っ先に座ってたね、なんか座り心地もソファーすごいいいから、本当に置けてよかったし、そのスペースが活用できてよかったなと思う。いろいろとさ、考えて、選んでたと思うけど、一番気に入ってるアイテムはどれなの？もう全部可愛いけど、でも難しいな。2つあって、やっぱ1個はその照明がすごいベージュとゴールドの絶妙なカラーが、多分他にはないカラーリングで、なんか似たデザイン持ってなかったら欲しかったなっていう、私も欲しいなって思ったやつだけど、でもやっぱり一番はソファーかな。そうなんだ。いや私も一回相談したことあると思うんだけど、ソファーはちょっと欲しくて、もう買いかけてたことなんかもあったんだけど、さすがにちょっとねソファーまでちょっと買える予算がっていうので、ほんとそのぐらいソファーが欲しくて。棚付きのやつだよね。そう今回視聴者さんのご自宅に置かせてもらったソファーは普通のフレームがついてるやつだったんだけど、バージョン違いでそのコーヒーテーブル付きのね、形が違うソファーもあって、それがねめちゃくちゃ可愛いんだよね。置けるのがいいよね。だからねちょっといつかご縁があったら欲しいなとは思うけど、いや欲しいな多分ね視聴者さんたちもすごいこう好みのものがたくさんあるインテリアショップなので、クラッシュゲートさんは全国にお店もあるので、一度ぜひ遊びに行ってみてください。小物もね、マグカップとかもあるし、そうクロスとかね、カゴとかね、いろんな種類のやつがあるから、もう1日入れちゃう。はい、それではね今回インテリアのコーディネートの企画をね久しぶりに、やらせていただいたんですけれども、どうでしたでしょうか。インテリアの感想から気になったアイテムとかあればコメント欄で教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ